第一章泥だらけのシャツと引きつった笑顔。スーパーのパート勤務を終えた鈴木聡子は夕暮れの道を急いでいた。買い物袋には中学2年生になる息子翔太の好物であるプリンが入っている。夫は単身赴任中で普段は2人きりの生活だ。翔太は幼い頃から穏やかで優しい性格だが、最近はどこか影を落としているように感じることが増えていた。ただいま。玄関を開けるといつものように翔太の靴が揃えられている。しかしリビングに姿はない。翔太と声をかけると自分の部屋から慌てたような足音が聞こえ、顔を出した息子の姿に聡子は息を飲んだ。おかえりお母さん。翔太は笑顔を作っていたが、その方はこわばっていた。何より聡子の目を引いたのは翔太が着ているワイシャツだ。第2ボタンが引きちぎられ、袖口には泥がべっとりとついている。ズボンの膝も擦り切れ、うっすらと血がにじんでいた。どうしたの？それ、転んだの？聡子が駆け寄ろうとすると、翔太は反射的に一歩後ずさり、背中を隠すように体をひねった。部活の帰りにちょっと派手に転んじゃってさ。ドジだよね。あはは。翔太は美術部だ。転んでここまで服が汚れるだろうか。聡子の中で違和感が警鐘を鳴らす。しかし翔太の目はこれ以上聞かないでくれと訴えていた。そう、気をつけてよ。消毒しなきゃね。聡子は努めて明るく振る舞い、救急箱を取りに行った。消毒液を染み込ませたガーゼを膝に当てると、翔太は小さく身を震わせたが、痛いとは言わなかった。その夜、聡子はふと目が覚め、喉の渇きを覚えて台所へ向かった。廊下を歩いていると、翔太の部屋からかすかな声が漏れてくるのが聞こえた。おえつのような押し殺した泣き声だ。聡子はドアノブに手をかけようとしたが、指先が震えて動かなかった。もしドアを開けてしまえば、翔太が必死に隠そうとしている何かが壊れてしまう気がしたからだ。聡子はドアの前で立ち尽くし、息子の泣き声を聞きながら胸が張り裂けるような思いを抱いた。ただの怪我ではない。もっと深く暗い何かが日常を侵食し始めている。第2章消えた5000円札。数日が過ぎたある朝、聡子は財布の中身に違和感を覚えた。昨日補充したはずの5000円札が1枚足りない。家計簿をつけている聡子にとって金の出入りは把握済みだ。まさか脳裏に翔太の顔がよぎる。あの子がお金を盗むなんてありえない。しかし最近の様子を思い返すと不安は拭えなかった。その夜、聡子は意を決して翔太に尋ねた。翔太、お母さんの財布からお金知らないかな。勘違いかもしれないんだけど。テレビを見ていた翔太の背中がピクリと跳ねた。ゆっくりと振り返り、視線を泳がせながら言った。ごめん、どうしても欲しい画材があって、今度のお小遣いから引いていいから。嘘だ。聡子は直感した。以前なら欲しいものは相談してくれたし、勝手に持ち出す子ではない。翔太の目は何かに怯える小動物のようだった。わかった。でも次はちゃんと言ってね。聡子はそれ以上追求できなかった。翔太を追い詰めるのが怖かったのだ。しかし事態は想像よりも深刻だった。翌日、翔太が入浴中に脱衣所へ行った聡子は偶然見てしまった。少し開いた浴室のドアの隙間から見える翔太の背中。そこには赤黒いあざがいくつも刻まれていた。何かにぶつけた跡ではない。明らかに殴られたり蹴られたりした痕跡だ。聡子は悲鳴を上げそうになる口を両手で塞ぎ、その場にうずくまった。転んだわけでも画材が欲しかったわけでもない。翔太は暴力を振るわれています。そしてお金を要求されている。これはいじめだ。それも犯罪レベルの。泥だらけの服、消えたお金、夜泣き、背中のあざ、すべてがつながった。翔太は今地獄にいる。それなのに親に心配をかけまいと一人で耐えているのだ。ごめんね翔太、気づいてあげられなくてごめんね。脱衣所の床で涙を流しながら激しい怒りが湧き上がってきた。息子をこんな目に遭わせているのは誰だ。絶対に許さない。聡子は涙を拭い、シャワーの音を聞きながら決意を固めた。もう見守っているだけの時間は終わりだ。第3章ことなかれ主義の壁。翌朝、聡子はパートを休み、すぐに学校へ電話をかけた。対応したのは担任の田中だ。ことなかれ主義で有名だと噂になっていた。先生、息子の翔太のことなんですが、最近服が泥だらけで帰ってきたり、体にあざがあったりするんです。
昨日も背中にひどいあざを見つけました。クラスで何かトラブルがあるんじゃないでしょうか。聡子は努めて冷静に伝えた。しかし、田中の声は拍子抜けするほど軽かった。ああ、翔太くんのお母さんですか。ご心配をおかけしてすみません。でもね、男子中学生なんてそんなものですよ。休み時間にふざけ合って、プロレスごっことかやるんです。翔太くんも楽しそうにしてますよ。プロレスごっこですか。でも、あんなあざができるほどやるんでしょうか。それに、財布からお金がなくなったりもしているんです。いやいや、お母さん、それはご家庭のしつけの問題じゃないですかね。学校でお金が動いているなんて話は聞いてませんし、翔太くんはおとなしい子だから、活発な子たちと遊ぶのが刺激になっているのかもしれませんよ。あまり神経質にならずに、見守ってあげてください。田中は一方的に話をまとめ、電話を切ろうとした。聡子の訴えは過保護な親のざれ言として処理されたのだ。受話器を置いた後、聡子は怒りで体が震えた。学校は頼りにならない。このままでは翔太が壊されてしまう。聡子はパソコンを開き、いじめ証拠隠蔽と打ち込んだ。画面に並ぶのは、証拠がなければ動かない学校の現実だった。証拠が必要だ。誰が見ても言い逃れのできない。決定的な証拠が。聡子はすぐに家電量販店へ走り、高性能な小型 IC レコーダーを購入した。そして手芸用品店で布と糸を買い、家に戻ると、翔太の通学カバンを手に取った。カバンの底板を外し、その下にレコーダーを固定する。さらに、外からは見えないように、内布と同じ色の布で、丁寧にカバーを縫い付けた。録音時間は最大40時間。明日の朝、スイッチを入れれば、一日中の音声が記録できるはずだ。針を進める聡子の指先には、鬼気迫るものがあった。これは息子を守るための、盾と剣だ。夜、帰宅した翔太に夕食を出しながら、聡子はカバンを指さして微笑んだ。明日はこれを持って行ってね。お守り代わりにお守りを縫い付け直しておいたから。翔太は不思議そうな顔をしたが、深くは聞かずにうなずいた。神様、どうかあの子を守ってください。そして、真実を私に教えてください。第4章再生された地獄。翌日の夕方、翔太が帰宅するまでの時間は永遠のように長く感じられた。午後5時過ぎ、玄関が開く音がした。ただいま、という声は消え入りそうだった。聡子は何も言わず、まずは風呂に入るように促した。翔太が浴室へ向かうと、聡子は震える手でカバンを自室へ持ち込んだ。底板の下から IC レコーダーを取り出す。スイッチはオンのままだ。聡子は深呼吸をし、イヤホンを装着して再生ボタンを押した。最初は雑音が続いた。そして1時間目の休み時間と思われる時間帯。その声は聞こえてきた。おい、翔太、昨日の続きやろうぜ。のぶとい、聞き覚えのない少年の声。直後、ドスンという鈍い音と、翔太の短い悲鳴。痛いよ。やめてよ。あ？聞こえねえよ。もっと腹から声出せよ。底辺、おい。金持ってきたか？昨日盗んでこいって言っただろ。ごめん。持ってこれなかった。お母さんにバレそうで。使えねえなこいつ。じゃあ罰ゲームな。俺の靴舐めろよ。聡子は耳を疑った。靴を舐めろ。レコーダーからは嫌がる翔太の声と、それを面白がって生やし立てる周囲の声、そして再び暴力を振るう音が鮮明に記録されていた。お前の親、スーパーのレジ打ちだろ。毎日あんな惨めな仕事して、お前みたいなのろま育てて、人生終わってんな。お母さんのこと悪く言うなよ。あ？なんだその目は。反抗すんのか？やっちまえ。ガタガタと机が倒れる音。翔太のおえつ。先生が来る気配は全くない。音声は放課後まで断続的に続いていた。言葉による精神的な攻撃、暴力、金銭の要求。それはいじめという言葉では生ぬり、明らかな犯罪行為だった。聡子はイヤホンを外し、机に突っ伏して泣いた。悔しさと自分への情けなさ、そして加害者たちへの憎悪が涙となって溢れ出した。あの子はこんな地獄に毎日耐えていたのか。親をバカにされても必死に言い返そうとして、そのせいでまた殴られていたのか。許さない。絶対に許さない。聡子は涙を拭い、顔を上げた。息子の尊厳を踏みにじった連中を社会的に、法的に、徹底的に追い詰める。この音声データはそのための最強の武器になる。聡子はレコーダーを大切にしまい込んだ。
戦いの準備は整った。第5章モンスターペアレントの来襲。翌日、聡子は IC レコーダーを持って学校へ向かった。応接室には担任の田中と教頭が待っていた。担当直入に言います。息子はいじめを受けています。それも命に関わるようなひどいものです。聡子が切り出すと、田中は困ったような笑みを浮かべた。またその話ですか。前にも言いましたが、あれは生徒同士のじゃれ合いでしてね。翔太くんも納得して。納得なんてしていません。聡子は声を荒らげ、レコーダーを取り出した。これを聞いてください。これがじゃれ合いですか。聡子が再生しようとすると、教頭が慌てて制止した。待ってください。学校内で無断で録音するのはルール違反ですよ。生徒のプライバシーもありますし、不当に得られたデータを聞くわけにはいきません。と、息子が暴行を受けている証拠ですよ。加害者の権利を被害者の命より優先するんですか。その時、応接室のドアが乱暴に開かれた。派手なスーツの女性が入ってきた。いじめの主犯格とされる生徒 A の母親だ。地元の有力者の妻であり PTA 役員も務めている。ちょっと呼び出されたから来てみれば。何なのこれ。うちの息子が何をしたっていうのよ。 A の母は開口一番に怒鳴り散らした。田中がこびへつらうように席を進める。鈴木さんでしたっけ。うちの息子をいじめっ子扱いしてるそうじゃない。証拠はあるの。名誉毀損で訴えてもいいのよ。証拠ならここにあります。聡子がレコーダーを示すと A の母は鼻で笑った。そんな隠し撮り何の証拠になるのよ。どうせあんたの息子が挑発したんでしょ。うちの子は成績も優秀で先生からの信頼も厚いの。あんたみたいな家庭のことは育ちが違うのよ。 A の母は聡子の家庭環境を当てこするような発言を繰り返した。田中と教頭はただうなずくだけだ。まあまあお母様方、今回は喧嘩両成敗ということでお互いに謝って終わりにしませんか。これ以上騒ぎ立てると翔太くんも学校に居づらくなりますよ。教頭の言葉に聡子は耳を疑った。騒ぐと翔太が困るぞと暗に脅しているのだ。謝る。殴られた息子が殴った相手に謝れと言うんですか。もういいわ。こんな被害妄想の親と話してても時間の無駄。田中先生、あとはよろしく頼みますよ。 A の母は一方的に言い捨てて部屋を出た。残された聡子に対し田中はそういうことですので冷たく告げた。聡子は拳を握りしめ屈辱と怒りで震えながら学校を後にした。ここには正義も教育もない。あるのは腐敗したことなかれ主義だけだ。第6章追い詰められる親子。その日以来状況はさらに悪化した。 A の母が地域ネットワークを使って嘘の噂を流したのだ。鈴木さんの息子万引きの常習犯らしいわよ。親も学校で暴れたんだって。噂は瞬く間に広がりパート先でも白い目で見られるようになった。学校では翔太への風当たりが強くなりチクリマと罵られ靴を隠されるなどの嫌がらせが日常化した。翔太はついにお腹が痛いと言って部屋から出てこなくなり不登校になった。聡子は自分を責めた。私が学校に行ったせいであの子を余計に追い詰めてしまった。暗い部屋で震える翔太の背中を見ながら聡子は絶望に押しつぶされそうになった。このまま引っ越すしかないのか、そう考えていた夜、トイレに起きた翔太の独り言を聞いた。僕何も悪いことしてないのになんで僕だけこんな目に遭うんだよ。その小さな声が聡子の心に突き刺さった。そうだ、翔太は何も悪くない。悪いのは暴力を振るう A たちであり見逃す学校であり噂を流す親だ。どうして被害者が逃げなければならないのか。聡子の中で折れかけていた心が再び燃え上がった。逃げない、絶対に逃げない。あの親子にも学校にも自分たちが犯した罪の重さを思い知らせてやる。聡子は涙を拭いパソコンに向かった。もう一人では戦えない。プロの力を借りよう。聡子は震える指でいじめ弁護士と検索し一件の法律事務所に目を留めた。理不尽なトラブル、法律で解決します。その言葉に一縷の望みを託した。翌朝、聡子は翔太の手を握り力強く言った。翔太、もう少しだけ待ってて。お母さん、絶対に何とかするから。もう二度とあいつらに何もさせないから。翔太は小さくうなずいた。聡子は受話器を取り法律事務所の番号を押した。第7章反撃ののろし。聡子が訪れたのは
スカットリーガル法律事務所応接室で待っていたのは鋭利な眼差しの西園寺弁護士だった。彼は聡子の話を静かに聞き、資料に目を通し始めた。 IC レコーダーの音声、汚れた制服の写真、翔太のあざの診断書、そして日記。西園寺弁護士は表情を厳しくし、メガネの位置を直して聡子を見つめた。鈴木さん、これはひどい。言葉もありません。しかし同時によくこれだけの証拠を集めましたね。弁護士の声には静かな怒りと敬意が込められていた。学校側はじゃれ合いだと言い張り、録音を聞こうともしませんでした。私はどうすれば。聡子の目から涙があふれる。西園寺は力強く言った。安心してください。この証拠があれば学校も加害者側も絶対に逃げられません。これは単なるいじめではなく、暴行、傷害、恐喝、強要といった犯罪行為です。学校の対応もいじめ防止対策推進法に明確に違反しています。西園寺は六法全書を開いた。私たちは学校に対して第三者委員会の設置と事実認定を求めます。そして加害者側には民事と刑事の両面から責任を追及します。鈴木さん、翔太くんの尊厳を取り戻すために徹底的にやりましょう。その言葉は暗闇の中にいた聡子にとって眩しい光だった。一人ではない。法律という最強の武器を持った味方がいる。お願いします。息子を助けてください。任せてください。倍返し、いえ、10倍にして返してやりましょう。西園寺の口元に頼もしい笑みが浮かんだ。反撃の準備は整った。第8章公立区応接室。1週間後、聡子は再び学校の応接室にいた。隣には西園寺弁護士が座っている。学校側は校長、教頭、田中の3人。対面には A の母が不機嫌そうに腕を組んで座っていた。あら、弁護士なんて連れてきて、そんなハッタリで私がおじけつくとでも思った？お金がないのに無理しちゃって。 A の母の言葉に田中たちも苦笑いを浮かべる。彼らはまだ事の重大さを理解していなかった。本日は前回うやむやにされた事実確認を行うために参りました。西園寺が静かに切り出した。事実も何も生徒同士のトラブルでしょう。もう解決済みですよ。学校としてはこれ以上。校長が言いかけたのを遮り、西園寺はスピーカーを接続した。解決済み？被害者が不登校に追い込まれている現状で何を寝ぼけたことを言っているんですか。百聞は一見にしかず。まずはこれをお聞きください。西園寺がキーを押すと大音量で音声が再生された。痛いよ。やめてよ。あ？聞こえねえよ。もっと腹から声出せよ。底辺、ドスン、ガキ、靴舐めろよ。応接室の空気が一瞬で凍りついた。鮮明なオーダ音、A の特徴的なあざけ笑い声、そして翔太の悲痛な叫び。じゃれ合いなどという言い訳が通用するレベルではない。A の母の顔から血の気が引いていく。田中はあぐら汗を流し、校長は口を開けたまま固まっていた。音声は約5分間再生された。停止ボタンが押されると重苦しい沈黙が部屋を支配した。さて、田中先生、これを聞いてもまだプロレスごっこだと言い張りますか？西園寺の鋭い視線に田中は言葉を詰まらせた。これは刑法208条の暴行罪、204条の傷害罪、249条の恐喝罪、223条の強要罪に該当する行為が記録されています。これを放置した学校側の責任は重大ですよ。第9章完全論破と崩壊。 A の母が震える声で叫んだ。こんなの捏造よ。うちの子の声に似せて作った偽物でしょ。あんたたち、こんなことしてただで済むと思ってるの？往生際が悪いですね。西園寺は冷ややかに言い放ち、次なる証拠を提示した。音声データの声紋鑑定書です。A 君の声と 99% 一致しています。さらに翔太君の怪我の診断書、破壊された所持品の写真、日記、これらはすべて警察にも提出可能な証拠です。警察？ A の母の声が裏返った。本日この後、被害届を提出する予定です。傷害事件として受理されれば、A 君は児童相談所送致、あるいは家庭裁判所の審判を受けることになるでしょう。地元の名士であるお宅の評判にも関わりますね。さらに西園寺は学校側に向き直った。学校側には
いじめ防止対策推進法に基づく重大事態としての調査義務違反及び安全配慮義務違反があります。いじめを認知できる機会があったにもかかわらずじゃれ合いとして隠蔽しようとしたこの事実は教育委員会及びマスコミにも公表させていただきます。マスコミ？校長が悲鳴を上げた。隠蔽体質の学校として報道されれば終わりだ。待ってくれ。話し合おう。我々も調査するつもりだったんだ。そうよ。お金なら払うわ。いくら欲しいの？示談にしましょう。先ほどまでの威勢は消え、校長と A の母は必死に懇願し始めた。しかし、聡子は静かに立ち上がった。お金の問題ではありません。息子は心と体に一生消えない傷を負ったんです。あなたたちが保身のために見捨てたせいで、聡子の言葉には長い間抑圧されてきた母の怒りと悲しみが込められていた。示談にするかどうかはこちらの条件を全て飲んだ上で考えます。 A 君の転校、学校側の体制の刷新、そして正式な謝罪と損害賠償、一つでも欠ければ即刻刑事告訴と民事訴訟に踏み切ります。西園寺が提示した条件に A の母はその場に崩れ落ちた。夫に知られたらとつぶやく姿に同情の余地はない。田中は椅子から転げ落ちんばかりに縮こまり、校長は頭を抱えた。完全な勝利だった。法律と証拠、そして母の愛が理不尽な暴力をねじ伏せた瞬間だった。第10章雨上がりの空へ。騒動から数ヶ月が経った。 A は県外の中学校へ転校していった。噂は広まり、一家は逃げるように引っ越したという。 A の母からは高額な慰謝料が支払われ、それは全額翔太の将来のために貯金された。学校側も大きく変わった。校長と教頭は更迭され、田中は依願退職した。新しく赴任した校長は誠実な人物で、第三者委員会による徹底的な調査が行われ、いじめの全容が公的に認められた。そして今日、翔太は久しぶりに登校した。新しい担任は熱心な女性教師で、クラスメートたちも A がいなくなったことで呪縛から解かれたように翔太に話しかけてくれるようになった。ただいま。玄関から聞こえた翔太の声は以前のような弱々しいものではなく張りがあった。おかえり。翔太、どうだった？聡子が尋ねると、翔太は照れくさそうに笑った。まあまあかな。放課後、美術部の友達と絵の話ができたんだ。そう。よかったね。本当によかった。聡子は涙をこらえ、笑顔で答えた。夕食のハンバーグを頬張る翔太の顔には、もう暗い影はない。お母さん、ありがとう。僕のこと、信じてくれて、守ってくれて、不意に翔太が言った。聡子は、胸がいっぱいになり、翔太の頭を優しく撫でた。当たり前じゃない。お母さんはいつだって翔太の味方だから。窓の外には雨上がりの澄み切った青空が広がっていた。長い雨は止んだ。これからは親子で前を向いて歩いていける。聡子は心の中で西園寺弁護士に感謝しつつ、息子の成長を見守る幸せをかみしめていた。今回の法律 Tips、いじめ防止対策推進法と親の責任。今回のケースで重要なポイントとなったいじめに対する法的知識を解説します。1、いじめ防止対策推進法と学校の義務。平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法では、学校にいじめを防止し、早期に発見して対処する義務が定められています。特に、いじめによって生徒の生命や心身に重大な被害が生じた場合などは、重大事態と認定され、学校は直ちに詳しい調査を行わなければなりません。今回のように、学校がじゃれ合いとして放置したり、調査を拒否したりすることは、この法律に違反するだけでなく、安全配慮義務違反として、損害賠償請求の対象となる可能性があります。2、加害者の親の責任民法714条、未成年者が他人に損害を与えた場合、本人に責任能力がないと判断されると、その親監督義務者が代わりに損害賠償責任を負います。中学生であれば本人に責任能力が認められることが多いですが、その場合でも親が監督義務を怠っていたと認められれば、親も損害賠償責任を負うことがあります。子供がやったことだからという言い訳は法的には通用しないのです。3、証拠の重要性。いじめは密室で行われることが多く、水かけ論になりがちです。
被害を訴えるためには、客観的な証拠が何より重要です。IC レコーダーによる録音、日記やメモ日時、場所、内容、怪我の写真や診断書、これらは、学校や加害者を動かすための強力な武器となります。もし、いじめに悩んでいるなら、決して一人で抱え込まず、弁護士や法務省の子どもの人権、110番などの専門機関に相談してください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら、法律を味方につけるエピソードをお届けします。